皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪駅です。この場所は駅ホームの西の端。2023年3月18日に開業した大阪駅の梅地下ホーム。改札を出ずに向かうにはホームに上がって西の端からアクセスする必要があるのですね。梅地下ホームへ向かう真新しい通路を通ってやってきた大阪駅の21番、22番乗り場。今回は大阪駅梅地下ホームから特急黒潮に乗って温泉旅行に行きます。特急黒潮9号に乗車、和歌山県の温泉に向かいます。特急黒潮9号白浜行きです。次は天王寺に停まります。ありがとうございます。列車前から1号車、2号車の地下から地上に出る付近、線路のスペースの都合で切り替えのための工事が相当凝った内容だったみたいですね。はい、洗面所は1号車、2号車。この日はあいにくの雨ですが、予報では天気は回復傾向だそうなので期待しています。この日のお昼ご飯、大阪駅改札内で駅弁を買うつもりが見つけられず、改札外のコンビニでおにぎりを買いました。乗車券は鶴橋から天王寺の切符があったのですが、大阪駅で下車したので、もう一度大阪から天王寺の乗車券を買い足しています。そんな理由で大阪駅の改札内駅弁売り場の動画を作ったのです。黒潮号は天王寺を出ると勾配を登って連絡線を走り、和歌山へ向かう阪和線に入ります。天王寺を出て40分ほど走ると紀の川の長い鉄橋を渡り和歌山県に入ります。和歌山駅を発車。なんとか雨は止んだみたい。眼下に海が広がるところで列車は緊急停止。線路に人が立ち入って安全確認のためでした。しばらく停車の後発車。JR 西日本のアプリで確認したらこんな感じでした。そんなこんなで下車駅の金田辺駅に到着。乗車時間は2時間と20分ほどでした。大阪駅からお世話になった黒潮9号をお見送り。真新しい金田辺の駅舎。世界遺産熊野古道の玄関口らしい駅ですね。でも一旦止んだと思ったのにまた雨が。南紀方面は雨が多いイメージですが、さすがです。さて、今回向かう温泉は龍神温泉。ここから路線バスに乗って1時間以上かかります。路線バスなので運賃は車内でも精算できましたが、この駅のそばにある田辺市観光センターの中に券売機があったのでそちらで購入しました。黒潮9号を下車して1時間半後、龍神温泉行きのバスに乗り込みます。コミュニティバスなどで見かけるようなかなり小さなバスでした。15時ちょうどバスは龍神温泉に向けて出発。このバスは下阿久津龍神温泉左龍神方面行きです。バスは田辺市の市街地を抜けると右会津川沿いにある県道29号田辺龍神線を走ります。16分ほどで木津峡という渓谷を通過。桜の名所でもあるみたいです。実際咲いてました。20分ほど走ったところで地元のお客さんが下車。もう一人のお客さんはどうやら私と同じ龍神温泉に行くらしく、地元の利用客はこの先はゼロになってしまいました。紀伊田辺を出て30分、気がつくと山の稜線付近を走り、県道29号から国道371号線を走って日高川沿いにある龍神温泉に到着。紀伊田辺駅から1時間20分でした。ちなみにこの建物は温泉の建物で、今夜私が泊まる龍神温泉元湯別館は日高川の対岸へ橋を渡った向かい側にあります。今回宿泊するお部屋です。どの部屋も和室の 7.5 畳。歯ブラシにフェイスタオル、そして浴衣。空気清浄機にテレビ、鏡台があります。窓を開けると川の音は結構します。
桜も少し咲いていますね。この内容で1人1泊4500円。食事はありませんが、温泉が入り放題なので、結構リーズナブルに温泉に宿泊できるのでは。ちなみに夕飯は紀伊田辺駅でお弁当屋さんを見つけて購入したものをいただきました。部屋から出ると廊下はこんな感じ。玄関と反対の方へ行くと自販機があって、ジュースとアルコール類が販売中。そして日帰り温泉の休憩所みたいな雰囲気の大広間が2つ。あと、このお宿は食事は出ませんが、自炊が可能です。宿泊者が自由に利用できる調理室がここです。IH のコンロやお鍋、冷蔵庫もあって一通り揃っています。日本の古くからの湯治場って長期で宿泊して、食事は自炊でってイメージがあるので、1300年の古い歴史の龍神温泉らしい一面なのかも。さて、すっかり暗くなりましたが、温泉に入りたいと思います。別館の建物を出て少し下って橋を渡ります。夜になると一層雰囲気がありますね。この龍神温泉、日本三美人の湯と言われ、美肌効果の高い泉質で知られています。源泉かけ流しの湯と龍神村産のヒノキを使った大きな湯船。ゆったりとくつろいで上がるとツルツルのお肌になっていました。温泉から上がると温まってほてっていますが、橋を渡って外の冷たい夜の空気が気持ちよかったです。部屋に戻ってポカポカして気持ちいいまま今夜は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝です。まだ3月で夜は冷えまして、窓はこんなに結露しています。窓を開けると日高川の流れの音が心地いいです。昨日も見た桜、まだ咲き始めみたいですね。ちなみに龍神温泉元湯別館は12月から2月までは休業だそうです。別館から温泉までのアクセスの橋が凍って危ないからでしょうか。川べりに立つ旅館の眺めがいかにも温泉地らしいですね。起きてからもう一度温泉に入ってきて、すべすべのお肌になってまったりした後チェックアウト。一晩お世話になりました。木のぬくもりが感じられるバス停でしばし待つと、紀伊田辺行きのバスがやってきました。今度はちょっと大きめのバス。バスに乗ってあれと思ったのは、行きのバスと同じ運転手さんにお客さん。正直に告白しますと、昨日の行きのバスの道中でどうしてもトイレに行きたくなり、運転手さんに途中のバス停で待っていただいたのです。その時のメンバーが帰りのバスも同じって気まずい恥ずかしい。このバス停はそのトイレ待ちをしていただいた西というバス停。ちょうどスーパーマーケットがありまして、そこのトイレを使用させていただきました。メンバー昨日と一緒やからバスはちゃうけど運転手さんはとても気さくな方で、紀伊田辺までちょこちょこお話をしたりして、帰りのバスはとても和やかな1時間20分になりました。龍神バスの運転手さん、楽しい旅をありがとうございました。そして紀伊田辺駅です。時間は11時過ぎですが、この後の予定もあるので、ここでお昼をいただきます。お弁当屋さんの浜野さんの紀伊田辺駅前店。テイクアウトして車中で食べるのもありなのですが、そうすると車窓を楽しんだりとかできなくなるので、こちらでいただきました。ちょうどイートイン可能なお店でしたし、昨日利用させていただいたお店の味三昧さんでもそうでしたが、弁当にはおかずだけ入ったお弁当があって、注文を受けてからご飯を入れてもらうシステム。温かいご飯もたっぷり、おかずもいろいろ入って550円。お味噌汁も飲みたいので購入。お昼も近い時間帯、外国人の方の観光客もたくさん来店されてました。紀伊田辺から列車に乗ります。まだお昼の時間帯で早いので、寄り道しながら大阪に戻ります。というか、やってきた列車を見て驚きました。レアな振り子式の283系じゃないですか。初めて乗るのでテンション上がりました。ちなみに今日は平日、JR 西日本の J ウエストチケットレス390が利用できたので、格安の390円で特急券が買えたのでした。特急クロス20号新大阪行きです。
この283系には3号車にフリースペースの展望ラウンジがあるので早速行ってみました。海側に一人掛けの椅子が4席。海を眺めるにはもってこいのスペースです。山側は2人掛けのソファーが2つ。こんなフリースペースのある列車って本当いいですね。283系オーシャンアローな黒潮号は30分で御坊駅に到着。下車します。短時間だったけど283系の旅楽しかったです。この電車で長い時間乗車できる旅がしたいですね。御坊駅は紀州鉄道という私鉄の始発駅になっています。西御坊駅までの 2.7km、8分間の旅です。全線非電化で車両はこのディーゼルカー。車体には御坊市のゆるキャラのミーヤちゃんがいます。ということで紀州鉄道の8分間のミニトリップ。JR 紀勢本線と離れて前面の右側で撮影中に運転手さんから遠慮してないで真ん中で撮りなさいとご招待されました。ありがとうございます。学問駅です。入場券が合格祈願のお守りとしてご利益がありそうですね。古いキハ603型が見えたら紀伊御坊駅に停車。この駅は御坊市の中心部にあって有人駅。先ほどの学問駅の入場券やグッズなどはこの駅で発売中だそう。紀州鉄道の車庫もありますね。御坊市役所に近い市役所前駅の次は終点西御坊駅に到着。あっという間の紀州鉄道の旅でした。折り返し時間の間に少しだけ散策。30数年前まではさらに700メートル先の日高川近くの日高川駅まで営業していましたが、1989年に廃線。また近くの大和紡績和歌山工場への貨物専用線もあったそうです。時間があれば廃線跡巡りをしても面白そうですね。帰りも1両のディーゼルカーにコトコト揺られながら御坊駅に戻ってきました。次は223系普通電車の和歌山行き。30分ほど乗車して有田川付近。この辺りは有田みかんの産地。車窓にみかん畑が広がります。美濃島駅で今回の旅最後の途中下車。この駅は有田市の中心部にあって市役所や高校野球で名を馳せた美濃島高校が近かったりします。今回ここで降りたのは有田市みかん資料館へ行くため、駅から徒歩4分ほどで資料館に着きました。中に入ってエレベーターで4階へ。有田は言わずと知れたみかんの産地。そのみかん栽培の歴史を詳しく知ることができます。ちなみに入場料は無料です。また、館内には NHK 朝ドラ2015年度下期の朝が来たで張り出しロケを行った際の展示コーナーも一角にあります。こちらは別の動画で公開済みですので、よろしければご覧ください。ということで、龍神温泉の後の和歌山観光もすべて終了。帰りは特急黒潮28号に乗車。もう夕方で結構歩いたのでお弁当をいただきました。美濃島駅から徒歩3分のコロコロ亭というお弁当屋さんで購入。美味しくいただきました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。